のささやきの朗読や今になって思えば、あの部屋に住み始めた時点でもうすでにおかしかったんだと思う。引っ越しを終えた日の記憶が妙にぼんやりとしている。荷物を運び入れ、部屋を見回し、鍵を閉めたはずなのに、その流れが途中から曖昧だった。ただ一つだけはっきりと覚えている感覚がある。玄関を閉めた瞬間、体が軽くなった。長時間の作業で溜まっていた疲れが一息で抜けていく。部屋に入ったというより、体が何かに包まれたような不自然な落差だった。数日後、その感覚ははっきりとした形を持ち始めた。仕事から戻るたびに扉を開けた瞬間に呼吸が深くなる。照明をつけなくても暗さが気にならず、影の輪郭が柔らかく見えた。湿度も温度も普通なのに、皮膚の表面がゆっくりと沈むように馴染んだ。この部屋だけ空気が熱い。そんな印象が毎日続いた。逆に外へ出ると違和感が出た。コンビニまで歩いただけで呼吸が浅くなり、背中にざらつく重さが残る。朝の通勤中は特にひどく、体の一部が置いていかれたような感覚が抜けなかった。まるで部屋の外だけが急に肌に合わなくなったようだった。ある夜、近所のドラッグストアからの帰り道、玄関の前でなぜか足が止まった。鍵を差し込む前から扉の向こうの空気がわずかに膨らんでいる気がしたんだ。向こう側に気配があり、こちらが触れるのを待っている。そんな圧のある静けさが流れていたんだ。扉を開けた瞬間、背中のこわばりがはっきりと解けた。室温は低いはずなのに、体の内側がじんわり暖かい。照明をつける前から影がかすかに揺れ、その揺れに合わせて呼吸が落ち着いていった。その日からだ。外にいる間、部屋のことを考える時間が増えたんだ。帰り道のどこかで見えない糸に惹かれるような感覚が生まれ、早く戻らなければという焦りが胸に浮かんだ。そして決定的におかしいと思った出来事が起きた。週末の夜、外出から戻って玄関を開けた瞬間だった。靴が揃っていたんだ。俺はいつも雑に脱ぐ。出る前も左足の靴が少し斜めを向いていたはずなんだ。そこには正面を向いてきれいに並んだ二足の靴があった。それなのに、そこには正面を向いてきれいに並んだ二足の靴があった。触れていない。動かしてもいない。それでも靴は帰りを待っていたかのように整えられていた。まるでこの部屋が俺を迎える準備をしていたみたいだった。靴が揃っていた夜から
外へ出た瞬間の違和感が急に強くなった。家の前の道路に出ただけで胸が重くなり、呼吸が浅くなる。肩や背中に薄い膜のような冷たさが張り付く感覚が続いて、歩くたびに体の芯が揺れるようだった。仕事へ向かう朝、エレベーターを降りた瞬間に視界が少し暗くなった。日の光は普通に差しているのに、目の奥が痛む。妙に強い眠気も重なり、意識のどこかがぼんやりとしたまま会社へと向かっていた。ただ会社についても不調は続いた。パソコンの画面を見ると文字が霞んで見えて、手先が少し震える。昼休みになって休憩室の椅子に腰を下ろしたとき、突然ふっと意識が引き戻されるような感覚があった。まぶたの裏に自分の部屋の玄関が浮かんだんだ。木目の模様、鍵穴の位置、靴の影、その全部が鮮明で現実のように近い。思い出したわけではない。そこにいるの自覚だけが急に目の前へ落ちてきたようだった。強く目を開けた瞬間、心臓が跳ねた。足元が揺れ、机に手をつかなければ倒れそうになった。同僚に心配されても口をついて出たのは大丈夫ですだけだったが、頭の奥はもう別の方向を向いていたんだ。早く帰りたい。部屋に戻らないと体がどこかで崩れるようだった。そんな焦りが喉の下にずっとぶら下がっているようだった。退社をして外に出た夕方、空気の冷たさがいつもと違った。風を受けると背中の中心から内側に染み込むような圧があり、肩から腕へと刺すように広がる。歩くたびに足元のアスファルトが少しだけ遠く感じた。まるで外の空気そのものが拒絶してくるような感覚だった。家へ向かう道に入った頃、背中に何か細いものが触れたように感じて振り返った。だが誰もいない。ただ皮膚に残る線だけが消えなかった。その冷たさは部屋を離れるほど濃くなるようだった。角を曲がり、アパートの建物が見えた瞬間、その冷たさが一度に引いた。肩のこわばりがほどけ、足元が急に安定した。まるでそこが体の正しい位置に戻る場所であるかのようだった。階段を上がりながらはっきりと感じた。俺は部屋に引っ張られている。外の不調がすべて部屋へと戻すために起きているような、そんな確信が静かに胸の底へ沈んでいった。階段を上がりきり、玄関の前に立った時だった。扉の向こうから空気の厚みがじわっとにじむように伝わってきた。外にいた時の不調がここでは一切ない。むしろ早く中に入れと言われているような静かな圧があった。鍵を回し扉を開けた瞬間、体の奥が一気に緩んだ。肩の重さも
背中のきしみも何一つ残らない。部屋の空気が胸の奥まで沈み込んでくるような異様な安心感があった。足を一歩踏み入れたとき、室内の空気がかすかに揺れた気がした。誰かが通り過ぎたような気配がすぐそばで細く動いた。照明をつけると部屋の景色はいつも通りだった。ただ一点、視線がどうしても玄関の足元へ向かう。そこには揃えられたままの靴があった。まるで帰りを待つ習慣になっているかのように。その晩、布団に入っても胸の奥がざわついて眠れなかった。体は軽いのにどこか頭が浮いたようで、意識の裏側が妙に静まり返っていた。目を閉じると部屋全体がこちらを見ているような気配があった。深夜1時を過ぎた頃、ふと思いついた。部屋の外へ出てみようと。何か確かめたい衝動があった。玄関の扉を静かに開けて一歩だけ外へ出た。その瞬間、胸が強く締まった。肩に重い冷気が乗り、足首から先の感覚が薄れる。さっきまでの暖かさが嘘のように遠のいたんだ。二歩目を踏み出そうとしたとき、後ろから強く引かれたような感覚が走った。誰かの手ではない。空気そのものが腕を掴んで引き戻したような抵抗できない力だった。気づいたら俺は部屋の中にいた。扉は閉まっている。鍵もかかっている。外に出た記憶があるのに、そこへ至る動作がひどく曖昧だった。息を整えようとしたとき、玄関の隅が目に入った。さっきまで揃っていた靴が今度は少しだけ斜めを向いている。出る時の乱れ方と全く同じ角度だった。俺が出た動きがそのまま部屋の中で再現されている。なのに俺は外にいた時間をほとんど覚えていない。その靴の角度を見て、俺は初めてはっきりと理解した。この部屋は俺が出た瞬間の痕跡を全部覚えている。そして外へ出ることをそもそも望んでいない。部屋の空気が背中へそっと触れてきた。押すのでも引くのでもない。ただここにいればいいというように。その瞬間、俺は悟った。もうこの部屋から離れられないんだと。今になって振り返ると、あの部屋で一番最初に気にすべきだったのは備え付けのタンスだった。引っ越した当日、間取りを確認した時からそこだけ妙に存在感があった。壁に埋め込まれたようなそんな作りで後付けには見えない。古いのに傷や歪みが少なく異様に整っていた。不動産屋は前の住人の荷物が残らないよう処分済みだと言っていた。だからタンスも当然空だと思っていた。
実際、引き出しはすべて軽く、開閉も問題ない。ただ一段だけ、触った瞬間に指が止まった。一番下の段、取っ手はついているのになぜか開ける気にはならなかった。力を入れれば動く。それは分かっているのに無意識に避けてしまうんだ。理由を探す前に体が拒んでいた。数日後、生活が落ち着き始めてから改めてタンスを使い始めた。服を収納し、日用品を分けて、上の段はすぐに埋まった。それでも一番下だけは空いたまま。使わない理由を考えるたび、頭の奥が少しざわついた。ある夜、風呂上がりに部屋を暗くしたまま、タンスの前を通った。その時かすかに音がした。木がきしむような、湿った布が擦れるような短い音。一度きりで耳を澄ませても続かなかった。俺は気のせいだと流そうとした。古い建物ならそういうこともある。そう思い直して電気をつけた瞬間、違和感がはっきりとした。一番下の引き出しだけわずかに隙間が空いていた。ほんの数ミリ。昼間、確かにきっちりと閉めたはずだ。それなのに暗闇の中でそこだけが呼吸したみたいに開いていたんだ。近づくと空気が変わった。他の部屋と比べてそこだけひんやりとしている。中は見えない。ただ引き出しの奥から何かがこちらを待っている。そんな感覚だけが静かに伝わってきた。その時、はっきりと思った。このタンスは収納をするものではない。誰かが何かをしまい続けていた場所だ。一番下の引き出しに隙間が空いていた夜から部屋の空気が少し変わった。何かが動くような音はない。匂いも変わらない。それでもタンスの前を通るたびに皮膚の表面だけが静かに逆立つような感覚が続いた。翌朝、仕事へ向かう準備をしている時だった。タンスの横を通った瞬間、足が止まった。昨日見たはずの数ミリの隙間が今日は少しだけ広がっている。気のせいかもしれない。そう言い聞かせたが、視線はそこから離れないままだった。仕事から帰ってきた夜、玄関を開けた瞬間に気がついた。部屋のどこかがほんのわずかに冷えている。エアコンも触っていないのに、空気が一定の方向へと流れていくような細い風の軌跡があった。その流れが導くように向かった先はやはりタンスだった。照明をつけたままタンスの前に立つと、また隙間が広がっていた。朝よりもはっきりと。指先が入りそうなくらいの幅になっている。俺が閉め忘れた可能性は考えた。だが昼に出る前、確かに触っていない。開けていない引き出しが勝手に広がるわけがない。その夜、気を紛らわせようとテレビをつけてもどうにも落ち着かない。
視線の端でタンスの一番下がわずかに影を変えているように見える。暗くなると余計に気になると分かっていても照明を落とすのが怖かった。深夜を回った頃、ようやく意を決してタンスに近づいた。手を伸ばし引き出しの縁に触れる。木の表面は冷たく乾いている。ゆっくり押し込むとためらいなく閉まった。それだけの動作なのに胸の奥がざわついた。その直後だった。カタンと小さな音がタンスの内側から響いたんだ。外から触れていない。建物が揺れるような時間でもない。俺が閉めた直後に内側から一度だけ鳴った音。耳を澄ませても続きはない。だがその一度きりの音が部屋の空気を変えた。背中を撫でるような冷たさが天井からゆっくり降りてきて脇腹のあたりへと溜まっていく。その時はっきりと思った。このタンスの中には空っぽじゃないものがある。前の住人が残したものなのか、あるいはもっと別の何かか。いずれにしろ触れてはいけない種類の存在だった。そしてそれは少しずつ外へと出ようとしている。まるで俺が開けるのを待っているみたいに。タンスの中から響いたあの一度きりの音が頭の奥でずっと残ったままだった。翌朝も仕事から帰った夜も部屋に入るたびにまずはタンスを見るようになった。開いているか閉まっているか隙間がないか。意識したくなくても視界の端が勝手にそこへ吸い寄せられる。3日目の夜、決定的な変化が起きた。玄関の鍵を閉め、靴を脱ぎ、ふと顔を上げた瞬間、タンスの一番下が明らかに開いていた。指が2本入るほどの幅。俺が閉めたはずの引き出しが何の理由もなく開いている。呼吸が浅くなる。近づくとタンスの内側から冷たい空気が流れてくる。温度ではなく質そのものが外とは違う。地下の倉庫を思わせるような湿った気配が足元にまとわりつく。それでも見なければならない気がした。逃げればもっと悪いことが起きる。そんな直感があった。俺はしゃがみ込み、引き出しの縁をつかむ。ゆっくりとほんの少しだけ開けた。中は暗い。衣類も荷物も見えない。ただ空気が重く沈んでいる。そこで気づいた。暗闇の奥に細い線のような影があった。動かない。けれどこちらを向いているとわかる。影というより顔より少し低い位置に並んだ何かが奥で固まっているようだった。俺は怖くて一度目を閉じ深く息を吸った。もう一度見た瞬間、その影がほんのわずかに角度を変えた。こちらを覗くように。手が震えた。
俺は反射的に引き出しを閉めた。でも閉まる直前、暗闇の奥からかすかに音がした。トン。内側から軽く叩くような音だった。ゆっくりと返事をしているような、そんな響き。その夜は眠れなかった。布団に入ってもタンスのある方向から薄い気配が漂ってくる。何かが木の板の向こう側でじっとしている。明け方近く、ようやく浅い眠りについた。次の日、仕事を早退して管理会社に電話をした。備え付けのタンスを撤去できないか、そう聞いたが、予想通り断られた。部屋の構造に組み込まれているため外せないという。その夜、部屋へ戻るのが怖かった。俺は覚悟を決めて鍵を開けたとき、胸の奥が強く縮んだ。タンスの前に引き出しが完全に開いた状態で待っていた。中は暗闇のまま。だが奥にいた何かはもう隠れようともしない。細長い影がこちらの足元へ向かって伸びていた。その瞬間、はっきり理解した。前の住人はこのタンスを開けた。そして戻らなかった。今俺も同じところまで来ている。この部屋に残された何かが次に欲しいのは俺なんだ。今でも思い出す。あの部屋に住んでいた頃、廊下の曲がり角だけはどうしても好きになれなかった。理由を聞かれても、その時はうまく説明できなかった。ただそこを通るたびに視線の置き場を失う感覚があった。引っ越した初日から間取り自体は普通だった。古さはあるが、よくある集合住宅。問題の廊下も玄関からリビングへ伸びる短い通路で、途中に直角の曲がり角が一つあるだけだ。問題の廊下も玄関からリビングへ伸びる短い通路で、途中に直角の曲がり角が一つあるだけだ。それなのに、その角だけが妙に暗く見えた。照明はちゃんとついている。電球も新しい。なのに曲がり角の内側だけ影が沈んで動かなかった。光が避けているというより、そこだけ吸い取られているような印象だった。最初は気のせいだと思った。生活が始まれば慣れる。そう考えてはいたが、数日経っても違和感は消えなかった。夜になると特にひどくて、廊下を歩くたびに角の向こうに何かがいる前提で体が動く。ある晩、風呂上がりにタオルを取りに行こうとしてふと立ち止まった。曲がり角の手前で足が止まったんだ。理由はわからない。ただその先を見てはいけない気がしたんだ。それでも視線は勝手に引っ張られる。角の向こう、ちょうど壁が折れ曲がる位置。
そこに人の影のような濃さがあった。形ははっきりしない。だが何もない場所とは明らかに違う。目をそらすと胸がキュッと締まった。もう一度見ると影は少しだけ位置を変えていた。壁に張り付くように、そしてこちらを避けるように。それが偶然じゃないことだけは分かっていた。それからというもの、廊下を歩くときは自然と足音を殺すようになった。無意識に存在を語らせないようにしているんだ。自分でも不思議だったが、体が勝手にそう動く。ある日、帰宅をして玄関の鍵を閉めた瞬間、奥からかすかな音が聞こえた。靴の底が床に触れるような短い音。一度だけですぐに止まった。音は廊下の曲がり角の向こうからだった。誰かが一歩だけ踏み出して立ち止まった。そんな距離感だった。その時、はっきりと思った。この廊下は通路ではない。あの曲がり角は誰かが出てくる場所だ。曲がり角の向こうで一度だけ響いた足音を境に、部屋の空気は少しずつ変わっていった。聞き間違いではない。そう確信してから廊下を通るたびに胸の奥が重くなる。角を視界に入れた瞬間、背中の筋が一つだけこわばるような感覚があった。翌朝、玄関へ向かう途中で足が止まった。曲がり角の壁に薄い跡のような影が残っていた。照明が当たる角度の問題かもしれない。そう思って手で触れてはみたが、何の汚れもない。ただ影だけがその位置に張り付いていた。仕事に向かいながらもその影が頭から離れなかった。昼休みに同僚と話している最中も視界の端にあの角がちらつく。前日に音がした場所だ。一歩だけ踏み出したようなあの距離感がずっと胸に残っていた。帰宅した夜、玄関を開けた瞬間、違和感はさらに濃くなった。廊下の空気だけが妙に冷たい。部屋全体の温度は均一なのに、曲がり角に近づくほど肌が薄く冷え、指先の感覚がわずかに鈍る。角の手前で立ち止まる。静かすぎる。エアコンもテレビもつけていないのに、音の気配がまるでなかった。息を整えて角を覗こうとした瞬間、視界の奥で何かが動いた気配がした。形は見えない。ただ空気が一つだけ落ちるように揺れたんだ。風でも振動でもない。何かが壁に沿って滑ったような気配だった。思わず視線をそらし、角を避けるようにリビングへ戻った。電気をつけても心臓の鼓動はしばらく収まらなかった。部屋の隅々まで見回したが、人のいる気配はない。ただ落ち着く気配もない。部屋の中心にいても、あの曲がり角から見られている感覚だけが
離れなかった。深夜遅く寝る前にもう一度廊下を見た。曲がり角の近くの壁にさっきより濃い影が落ちていたんだ。形は曖昧で人とも物ともつかない。ただそこだけ光を拒むように沈んでいた。明らかに不自然だった。影は動かないが、その濃さが呼吸をしているみたいにかすかに揺れている。見れば見るほど胸の奥がざわざわと落ち着かなくなった。ベッドに入ってからも眠れなかった。廊下の奥が薄く光を反射し、曲がり角がそこに浮かんだ。暗闇の輪郭の向こう側に誰かが立っているような気配がずっと続いた。その夜だけは廊下に背を向けて寝ることができなかった。翌朝、目を覚ました瞬間から違和感は消えていなかった。眠ったはずなのに体が休まった感覚がない。視線を動かす前から廊下の曲がり角の位置が頭に浮かんでいた。身支度を整え玄関へ向かう途中で自然と足が止まる。角の壁に落ちている影が昨日よりも明らかに濃かった。朝の光が差し込んでいるはずなのに、そこだけ色が沈んで見えた。指で触ると壁紙ではなく空気そのものが冷えているようだった。仕事へ出ても集中できなかった。パソコンの画面を見ていると視界の端に直角のラインがちらついた。あの角の形だと気づいた瞬間、背中にじわりと汗が浮いた。頭の中であの場所の距離感だけが何度も再生される。帰宅した夜、玄関の鍵を閉めた途端、空気の匂いが変わった。湿気や埃とは違う。人が長時間同じ場所に立っていた時に残る重たい匂いだった。廊下の奥を見ると曲がり角の暗さがさらに深くなっている。ゆっくり近づくと角の内側から細い圧が伝わってくる。けれどそこに誰かが立っている時特有の空気の密度がある。壁に沿って気配だけがこちらを向いていた。角を覗こうとした瞬間、空気がわずかに沈んだ。何かが一歩だけ動いたような重さの移動。反射的に足が早まり、心臓が大きく跳ねた。見てはいけない。そう思っても視線は勝手に角へ吸い寄せられる。暗闇の奥に輪郭が浮かんだ。はっきりとした形ではない。だが人の肩に近い高さで影が折れ曲がっている。一つではなく何かが重なっているようにも見えたんだ。その影がわずかに動いた。横へずれたのか、こちらへ寄ったのか判別できないほど小さな動き。それでも確実に距離が縮まったと分かった。次の瞬間、空気が湿り、温度が変わった。誰かが体を寄せてきた時の感覚に近かった。後ずさると背中に視線が
張り付いた。角の向こうにいるそれがこちらの動きを追っているんだ。逃げるでもなく出てくるでもなく、ただ位置を保って見ている。その距離感が一番恐ろしかった。その夜、家中の電気をつけても気配は消えなかった。明るさとは関係なく、曲がり角の向こうに立っている前提が体に染みついている。ベッドに横になっても廊下の入り口から視線が伸びてくる感覚が続いた。まぶたを閉じるとあの影の高さだけが鮮明になる。眠りに落ちる直前、はっきり理解した。あの曲がり角は通路じゃない。誰かがそこに立つための場所だ。その夜は結局ほとんど眠れなかった。目を閉じても廊下の曲がり角の位置だけが頭の中で固定されている。暗闇の中で方向がわかるほどあの場所の距離感が体に染みついていた。深夜、喉が渇いて起き上がった。リビングの明かりをつけると廊下の奥まで薄く光が伸びる。曲がり角の手前まではいつもと変わらない。だがその先だけは光が届いているはずなのに沈んで見えた。水を飲み、コップを置いた瞬間だった。廊下の奥からかすかな気配が流れてきたんだ。音ではない、空気が動いた感触だけが床を這うようにして近づいてくる。誰かが曲がり角の内側から一歩だけ位置を変えた。そんな距離感だった。俺は息を殺し、視線を廊下へ向ける。角の影が昨日よりはっきりとしている。輪郭が曖昧だったはずの暗さが今は形を持っている。人の上半身に近い高さ。壁に沿って何かが立っている。そしてその影がゆっくりと傾いた。こちらを覗くような角度だった。次の瞬間、背中に冷たいものが這い上がった。視線を合わせてはいけないと分かっているのに目がそらせなかった。影がほんのわずか前へ出た。床は鳴らない。音もしない。ただ空気の密度だけが変わったんだ。誰かが近づいた時特有の圧のある気配が廊下を満たした。限界だった。俺は逃げるように寝室へと戻り、布団に潜り込んだ。それでも背中側から視線が離れない。曲がり角にいるそれがこちらを正確に捉えている感覚が続く。どれくらい時間が経ったのかわからない。ふと廊下の方で気配が止まった。動きが消えたわけではない。定位置に戻ったという感覚だった。翌朝起きると廊下は静まり返っていた。曲がり角の影も前より薄くなっている。何事もなかったように見える。だが壁の一部分だけ空気がよどんでいた。近づくとそこだけかすかに冷たかった。俺はその日を境に
その部屋を出た。理由は説明できなかった。事故物件だと知ったのは引っ越し後のことだった。だが理由を知る必要はなかった。あの曲がり角は今も変わらずそこにある。誰かが通り過ぎるのを待つのではなく、誰かが立つべき場所として。もしあの部屋に住むことがあったら、夜廊下の曲がり角を見ない方がいい。見られているのはこちらの方だから。